はい、次はこのグリッドの中の点ですね。この点をプログラムから描画していきたいと思います。で、さっきのプリント文消して、この点を打つためには LINE の Python のライブラリを読み込まないといけないんですけど、そのためにインポートスペースと打つとこういうコードヒントが出てくるので、LINE のというふうに打ち込むとこの LINE のスクリプトシンタックスっていうのが選ぶことができます。で、この LINE のスクリプトシンタックスをインポートして、そうすると LINE ので使うことができる関数がこうたくさんこの中に入ってます。で、この中の関数全部使うことができるんですね。で、点を打つための関数の名前はアットポイントというこの関数ですねになります。で、括弧を入れると下にこういう、関数の中にこの括弧の中にどういうパラメータを渡せばいいかっていうヒントが出てきます。で、ポイントっていうのは 3D ポイントかリストの XYZ って書いてあるので、ここではリストを渡します。リストっていうのは配列なので鍵括弧でくくって XYZ の値を0,0,0,0というふうに設定します。つまり原点にポイントが打たれるわけですね。で、プログラムをこう走らせてみると原点にちゃんとポイントが打たれるというのがわかると思います。それで次に、この LINE のスクリプトシンタックスって毎回打ち込むと非常にめんどくさいので、長いですからね、めんどくさいので、これを短い名前のショートカット、エイリアスみたいなものを作りたいという時に、Python では、as という何々としてってことですね。で、LINE のスクリプトシンタックスなので略して RS っていうのが、慣習になってるんですけど、 RS としてこの LINE のスクリプトシンタックスをインポートしますと。そうするとこういう長い文字列打ち込まなくても RS ドットでいけるようになりますので、プログラムのスピードが上がるということになると思います。で、僕今この点を打つ関数がアットポイントであるっていうことを知ってるのでアットポイントを選ぶことができましたけど、初めてプログラミングするときはこの LINE のスクリプトシンタックスの中にどういう関数が書かれてるのかっていうのを知らないので、点を打つコマンドがわからないですよね。なのでそういう時どうすればいいかっていうと、このヘルプからLINE の Python ファンデファンダメンタルズっていうのを開くとこういうページが出てきます。で、このページにはPython の基礎的な、チュートリアルだとか LINE の Python で使う基礎的なチュートリアルがここに載ってるんですけど、この一番上に API っていうところがあって、その2行目に LINE の Python、LINE のスクリプトシンタックスのこう API リファレンスっていうのがあるので、これを開くと、LINE のスクリプトシンタックスの中で使える関数一覧がダーッとこういう風に出てきます。で、今ポイントを打ちたかったのでそれを検索するとポイントという風にこう検索して、で実際に描画するときには頭にアットってついてることが多いってことを覚えておくと、ここにアットポイントというふうなのが出てくるので、これをクリックするとここにアットポイントのヒントがリファレンスが全部出てきます。で、パラメータのところでどういうパラメータを渡せばいいのか、あとはその関数を呼び出した後に返り値が返ってくるんですけど、これは関数のところでまた詳しく説明しますが、返り値がどういうものが返ってくるかっていうのが説明しちゃって、プログラム
サンプルプログラムがここに書いてあったりします。なので Rhino スクリプトシンタックスの中で使える関数一覧がこのページを見れば全部載ってると。だから英語で言うと英語の辞書みたいなもので Python 言語も一つの言語なので、Python の、Rhino-Python の単語一覧がここに載ってると思っていただければいいかと思います。英語に比べれば単語一覧の数が非常に少ないので、ただ全部覚える必要はないです。必要な時に必要なものをこうやって検索して探すということですね。これで戻って次にこの Rhino スクリプトシンタックスをインポートするって言いましたけど、じゃあこの Rhino スクリプトシンタックスってどこにあるのか。これファイルの名前なんですけど Python で書かれたファイルの名前がRhino スクリプトシンタックスっていうんですが、これどこにあるのかっていうのをご紹介したいんですが、ツールズから、オプションを選択するとこういう画面が出てきます。でこれの2行目のところに、Rhino スクリプトシンタックスの Python ファイルが置いてあります。で C ドライブのユーザーズ、ちょっとやってみましょうか。C ドライブのユーザーの僕の PC の名前で次がアップデータで、アップデータっていうのは通常目に見えないファイル、不可視ファイルになってるので、この表示からこの隠しファイルってところをチェック入れるとちゃんと表示されるようになると思います。でアップデータの中入って、ローミングの中のマクニールの中のライノセラスの中の 6.0 の中のプラグインで、IronPython でセッティングのライブラリですね。セッティングのライブラリで、この中に、Rhino スクリプトシンタックスっていうのが入ってます。じゃあこっちでちょっと開いてみると、この Rhino スクリプトシンタックスを開いと、今度また Rhino スクリプトっていうフォルダの中に、たくさんアプリケーションとかブロックとかっていう Python ファイルがあって、それをインポートしてるのがわかると思います。で先ほどアドポイントを関数を使ったと思うんですけど、このアドポイントっていう関数はジオメトリっていう Python ファイルの中に記述されているっていうことがここでわかるんですけど、じゃあジオメトリっていうのはどこにあるかというと先ほどのこの Rhino スクリプトシンタックス Python ファイルと同じ階層の中にある Rhino スクリプトっていうフォルダの中のこのジオメトリっていう Python ファイルの中にあって、この中に、いろんな関数が、書いてあって、アドポイントはここにありますね。だから僕たちが今先ほど Rhino スクリプトシンタックスをインポートしたのはこの Rhino スクリプト Python っていう、
ファイルをインポートしたんですけど、その中で、ジオメトリもここでインポートされているので、この Line スクリプトシンタックスの中にあるアッドポイント関数っていうのを呼び出してるわけですけど、このアッドポイント関数っていうのはこのジオメトリ Python ファイルの中で、こういうふうに、定義されているわけです。ここにグリッド上でグリッド Python の中でこの呼び出したアッドポイントっていうのはこのジオメトリの中のこの関数を呼び出しているということなんですね、実際には。だからライノセラスの開発者の人が、こういうふうな Python の非常に便利な関数群をライブラリとしてパッケージングしたものがこの Line スクリプトシンタックスというものです。でここまで詳しく知らなくてもいいんですけど、これ知っとくといろいろ後で便利なのでここで説明しておきました。